2012年から2013年にかけて放送されたアニメガールズ&パンツァーの第4話を見た当時の視聴者の放送終了後の反応を紹介していきます。それではどうぞ。今までの話で今回が一番良かった。ほんと回を重ねるごとに面白くなっていくな。このアニメはひょっとしたらとんでもないアニメなのかもしれん。凄まじいほど密度の高いアニメだな。視聴者ゼロなのが奇跡的なレベルなんだが、放蕩目線はやっぱワクワクするな。やばすぎる面白さだったわ。濃厚すぎる A パート、そして想像を超えたひどさのアンコウ踊り。なんじゃこの神アニメ。とんでもないもん作ってくれたもんじゃ。前半も後半も内容が濃すぎてすごく面白かったわ。あんな凄まじい戦いになるとは思わなかった。A パートの密度の濃さが尋常じゃなかったな。もともと色々おかしい設定だから、このくらいぶっ飛んでていい。やはりバトルは面白いね。チーム戦は単独とは違う戦略とかがあるし、そこがもっと出ればさらに面白くなりそう。チャーチルの硬さはさすがだった。いきなり市街戦で度肝抜かれたわ。しかし、チャーチル硬すぎる。これはパワーアップイベントないとマジ辛い。まさか市街戦が見れるとは思わなかった。市街戦はやりすぎだろ。市街戦は想定外すぎる。やるにしたって一般人うろついてるじゃねえか。いきなり市街地に出て、道路ボコボコにした時点で笑い出したが、そんなもんじゃ済まなかったぜ。ほんと、市街地戦車戦、熱すぎですわ。アニメでこんなに夢中になったのは久しぶりだな。フィールド設定が市街地ありとか、どんだけ戦車道愛されてんだよ。これから市街地に入ります。じゃねえだろ。何のための郊外スタートだよ。あのセリフ出た時、はってなったわ。一般道走って逃げる人いるし、家屋に突っ込むし何でもありすぎる。もう最高だわこのアニメ。公道走り出した時点で爆笑した。家がぶっ壊されたらの疑問を、一発で解決するじいさんのセリフがナイスだった。うちの店がこれで新築できる。爆笑した。全額保証だから、喜ばれるんだな。戦車が立体駐車場利用してるのが、地味に面白かった。あんな発想ねえわ。まさか立中とは。市街戦は笑った。立中とかクソワロタ。このアニメ本当に面白いな。生徒会が復活した時は、これで勝つる。ってなったのに、思いっきり外したのにはワロタ。あそこリアルで吹いたわ。三突が旗下ろして、横道に隠れてたのせこい。さすがもっとこそこそ作戦。あのシーンは旗下ろしてるのに、次のシーンでは、突撃砲が突撃砲らしい倒し方をしたのに感動した。三突案の定、車高が低い。からの、旗目印のコンボ来たな。三突は車高が、でも吹いたわ。あそこまでお約束だとあっぱれ。しかしあの旗でバレて撃たれたところは、分かってても爆笑したわ。それでも取らないんだろうな。一両撃破した後で、エルヴィンとカエサルが並んで腕組みして、ハッ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 ハと笑ってるシーン見ただけで、もうこいつらはこれでいいな、と実感した。セイグロの連動はすごかった。全然隊列が乱れてねえし、次のはそこまででもないっぽいから勝てるな。おとり作戦がバレるところ、歴女は色と旗で目立ってるし、生徒会はキラッと光っちゃってるし。勝敗を分けたのは、火力と走行の差だったね。でも火力と走行がある戦車じゃ、あの起動はできなかっただろうね。相手がチャーチルだから、あの急反転側面相打ちができたのも確かだね。チャーチルほど走行だけ熱くて足の遅い戦車も珍しいし。しかし今回市街戦に持ち込んだのは良かったな。市街戦は突然出くわす接近戦になるから、逃げ足が速くて、火力の弱いチーム。かつ相手がチャーチルなら、一番向いてる作戦だった。少なくとも美穂のその判断は素晴らしかった。最後のドリフト拙者でも倒せないんだと、方向を相手の方向に突っ込んで射撃しかない？バレー部はともかく、4号の側面ゼロ距離射撃でもダメだったんじゃ、勝つ方法ってあるのか？どんな強い戦車でも、上面と後部、それに履帯は弱い。じゃあ一番最初の丘の上からの砲撃が、一番勝つ確率高いってことか。そこが真っ先に崩れたのは痛い。多分美穂ちゃんはそれを狙ってたと思う。みんな理解してなかったんで、めちゃ打ち合ってたけど、バレー部が一番頑張ったかもしれん。バレー部が活躍&エンディングがバレー部で満足。でも、強い戦車を与えてあげたい、涙。エンディングで気になったんだが、バレー部の戦車の尻の出っ張りって何なの？ビゾリといって、塹壕をまたぐ時に落ちないように支える部位。89は真後ろからエンジンにかましてんのに、有効にならないのはかわいそうすぎる。
ゼロ距離で真後ろを取っても、撃破不可能な89式を、今後どうやって活躍させるのだろう。バレー部が思い切り一発当てたのに、平気だったのはなんで？それだけ、バレー部の戦車が弱い。ちびっこがヘビー級チャンピオンに、パンチ入れるようなもんです。わかっちゃいたけど、89式。89式は泣いていい。っていうか、バレー部も泣いていい。あの駐車場での一幕は、バレー部の89式の戦いがいかに困難であるかを、1カットで全て説明してみせたな。そういう意味ではうまい演出だったと思うわ。あれでも後ろからのほぼゼロ距離射撃なんだから、89式に勝たせてあげたかったけどな。それでも89式が中央分離帯を軽快に飛び跳ねながら乗り越えて、三突の後ろに追従していくシーンは、チャーチルやマチルダとの重量感の違いが出ていてよかったわ。89式は頑張った。マジ頑張った。俺、なんかバレー部応援したくなった。試合があんなに大迫力とは思わなかった。戦車の視点でグリグリ動かすの最高だね。途中一人称視点になったシーンあったけど、あれ臨場感あってよかったわ。ところどころ入る方向か視点が、臨場感あっていいな。砲塔目線で市街地を駆け巡るシーンの、カメラワークには感動したわ。日本のテレビアニメの1話でも、フル CG でここまでやれるようになったんだな。スピード感、重量感、臨場感、どれをとっても高水準だった。おまけに突っ込まれそうな細かいところは、超ルールと設定でことごとく笑いに変えている。まさに、絶妙のさじ加減とは、このことを言うのだろう。戦車突っ込んできた家の人が、これで新築できると喜んでたけど、どういうこと？だんじり祭りってのがあって、みこし突っ込まれて壊れた家に対して保険が効く。それと似たようなもんだろう。公式で、戦車はだんじりみたいなもん、って言ってたよ。だんじりは言えて妙だね。周囲も完全にお祭りのノリだし。突っ込まれて演技いいってことは、やっぱりだんじりと一緒か。戦車は CG じゃないと、ここまでの緻密な動きやカメラアングルを再現するのは、難しかったと思う。やっぱ監督のコンテは、テンポ良くて気持ちいいな。戦車戦であんなにスピーディーなわけないんだろうけど、気持ちよかったからこれでいい。予想外にスピード感のある戦闘になるのね。戦車があんなに小回りが効くとは知らんかった。見る側の気持ちよさの演出のために、多少はスピードアップしてると思う。監督が、スピード感に関しては、実際よりも速くしています。アニメ的な見栄えのために。って言ってたしな。ももちゃん目立ちすぎだろ。主役よりも目立ってるし。ももちゃん、そこで外す？ももちゃんは報酬やめた方がいい。ももちゃんは隊長に向いていないな。あれはひどい。ももちゃんは、話数重ねるごとにボロが。しかしながら、なぜか外すたびに、親近感は日増しにアップしていくという。ももちゃん。ダメすぎて、ももちゃん9歳のメイン会が来るな、これ。会長、最初は親のコネとか金で会長やってる、いけすかないやつかと思ったけど違った。これは普通に人望あるわ。B パートしょっぱなで、会長の懐の深さが、好感度すごいアップするなぁ。楽しそうなのがまたいい。キャタピラ外れた時に、地味に会長が戦車詳しそうなこと言ってたのが気になった。会長何気にすごい人なんじゃないのか。見てもないのに挙動だけで、離隊脱落の判断してるし。会長の気の抜けた、サーアン城は、4話の癒しスポットの一つ。レイゼイさんいつも冷静で可愛い。夜に強いレイゼイ殿は、今日も可愛かったです。マコの操縦テクと、ユカリンの装填速度は何なんだ？正直、あの操縦技術があったら、どんな相手ともそれなりに戦える気がする。問題は早朝の朝掛け戦とかあったら、戦う前から負けることだが。これ低血圧ちゃんの技量が半端ないな。車で同じことやれって言われても多分無理だわ。家元とこの子すごすぎ。めったに当たらないから、と頭を出すミポリンの強胆さ。めったにってことは、たまには当たるんですよね。ど素人指揮してあれだけやったんだから、美穂ってやっぱすごいのね。西住優が予想以上にすごかった。弾が当たらない、至近距離で撃てる状況を作る。という作戦切り替えが見事。通過短時間で暗号踊りをマスターした、美穂のポテンシャルがやばい。さすが西住優だわ。今回も色ボケ沙織ちゃんが、可愛すぎるわ。美穂を心配する沙織ん、マジ天使だったよね。ほんと優しい子だよ、あの娘は。ぼっち秋山殿の笑顔、最高だったろ。ケーキ食ってるピンナップといい。仲間ができて戦車に乗れて、さらには憧れの西住殿までいて、今が最高に幸せなのだろう。お前ら、17歳にして実家から感動を食らった花ちゃんを、もっと心配してあげてください。
当てまくってる花さんも、もっと評価するべき。花ちゃんはまっすぐ打てるだけ、桃より優秀だな。美穂の戦略眼と、マコの操縦と、ゆかりんの装填速度で、打つだけで当たる感じだ。花ママはちょっと唐突な感じだったけど、今後に必要な布石なのかな。花ママはどうだろうね。今後の掘り下げはあまりないからこその、インパクト重視って気がしないでもない。花を通して、道は違うけど、同じく家元の美穂が自分の家と再び向き合うための、何らかのきっかけになるのかなとか。そういや人力車のデッチも、いいやつだったな。こんなワクワクするアニメは久しぶりだ。とりあえず敵前逃亡の6人組はお仕置きだな。1年生チームは、よく逃げる気になったね。俺だったら怖くて外出られないわ。しかしももちゃんと1年生はダメすぎたね。後々活躍するための、前振りであってほしいものだけど。1年生はきっと、やってくれるさ。1年生チーム好きだったけど、正直ガクッと株下がったな。早々に挽回してほしい。むしろ1年生チームは株上がったわ。逃げた後木に登ってその後の戦闘の様子見て、空母に帰ってきた美穂に、みんなでごめんなさいするところとか良かった。1年生チームは良かったと思うけどな。このアニメはお年頃な女の子と、戦車のミスマッチから始まるスポコンアニメなはず。だから当然この先、1年生チームの胸熱展開が待ってるはずだ。何気に1年生チームの戦車は、このチームの主力級なんだね。戦車のシステムとしては、これ以上ないほどクソだとしても、M3 に 75mm 砲がひっついてる以上、1年生チームが使い物になるかどうかで、結構変わってきそうな気がするんだけどな。なるのかなあれ。丸山ちゃんが、喋るのまだでしょうか。あんこう踊りは思わぬ収穫だったわ。ここまで作画に力を入れて書くとは思わなかった。歴女チーム、あんこう踊りやってないと思ったら、太鼓叩いてたんだ。しかしキャラがよく動くなぁ、見てて楽しい。あんこう踊り、シンクロ率が高くてクソワロタ。見てるこっちも恥ずかしくなる踊りだよな。あんこう踊り、ぬるぬるすぎわらた。あんこう踊りの振り、完璧すぎだろ。キレッキレだったぞ。あんこう踊りの部分は、確実に水島の手によるものだとわかる。あんこう踊りきついのはわかるな。作曲水島かよ。監督作曲までできるのかよ。多彩すぎ。あんこう踊りを、聖地で流行らせよう。会長、これやりたかったんじゃないか。ってぐらいの笑顔だな。凄まじいテンポだな。このテンポでワンクール駆け抜けてほしい。狂気を感じる世界観と、王道のスポコンものがいい感じに混在してるな。これは面白いわ。すごいアニメだ。まさに狂気の力を感じる。展開やたら早いが、ワンクールアニメなら、もういっそこのくらい勢いつけた方が面白いな。水島勉監督、やはり天才だったか。自分は正直、戦車には関心なかったし、本物のリアルな戦車とは違うんだろうけど、戦車の動きとか砲撃とかかっこいいって思った。萌え枠で主張するつもりだったけど、戦車かっけーな。作ったことないけど、プラも買ってこよう。おう、スレが進むにつれて、ミリオタ選挙度が下がって、キャラ萌え度が上がってきたな。ミリオタだって、キャラ萌えするんですよ。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。